脳でいうと使ってる範囲が違うんだと思うんですけど、日本のお笑いはここら辺でやってるんだけど海外はこうなんじゃないですか。日本だって別にだって在日韓国人のあの方とか在日朝鮮人の話とか、それこそクルド人の方とか男女の差別とかいくらでもあるんだけど、みんなそこは目を向けないでなんか箱庭の中でやってるのが日本のお笑いだと思うんで、そのお笑いの「お」っていうのがだって気に食わねえんだよな。なんだそのお笑いの「お」っていうのは、なんかその言い方からしてなんかぬるいというか、そこに全て態度が現れてる気がするんだけど、いや別に皆さんの中にはその別にアメリカのコメディのトップなんか行かなくてもいいじゃないかっていう方もいるのは分かるんですけど、でもアメリカのトップのコメディのトップ取るってことは世界のトップを取るってことですからね。まあ今のままだと無理だなと。違うゲームをやってるから。でどうして違うゲームなのかってことを考える上で、ぜひもし興味があったらネットフリックスの「モー」という、コメディ見ていただきたいんですけど、皆さん日本のお笑い好きですか？まあ僕は炎上したんですよね、かつてね。まあ、最近あんまり日本のお笑いについて言わなくなってるんですけど、ただ僕はやっぱりね、もったいないなって思うことがあります。でそれはね、なんでかっていうと、まあ、正直日本のお笑いアメリカじゃ通じないです。まあはっきり言いますけど。で時々なんか裸芸みたいな方とか、まあいや立派だと思うんですよ。そういう方がオーディション番組に出て受けて、日本のお笑いも通じるとか言って、これ通じてません。残念ですが、やっぱり向こうのなんか一番のなんていうかな、コメディの頂点みたいなところに近づいた日本人は今までいないんですね。大谷翔平選手見てください。アメリカ大リーグの頂点に立ってますよね。でもね、僕残念だと思うのは、大谷翔平選手がなんで頂点だったのかっていうと、裾野が広いからなんですよね。もう何十万人という高校球児がいて、彼らの中でまあ甲子園行けるのは本当一握りで、その中プロの指名受けるのも一握りで、そんな中でたくさんの野球少年の夢があるから大谷翔平選手が出てくるわけですけど、どうですかコメディアンねえ、佐久柳川って友人がいますよ。シカゴでやってますよ。彼スタンダップコメディで頑張ってます。それからまあ言うまでもなく村本大輔が頑張ってますよ。ニューヨークで頑張ってますが、2人ともトップに行けるかどうか分かんないですよね。行けたらいいなと思いますけど、行けるかどうかは分からない。いや別に皆さんの中には別にアメリカのコメディのトップなんか行かなくてもいいじゃないかっていう方もいるのは分かるんですけど、でもアメリカのトップのコメディのトップ取るってことは世界のトップを取るってことですからね。もうちょっと挑戦する人が増えてこないとトップにはいけないと思うんですよ。でその時に思うのが、まあ今のままだと無理だなと。違うゲームをやってるから。でどうして違うゲームなのかってことを考える上で、ぜひもし興味があったらネットフリックスの「モー」という、コメディ見ていただきたいんですけど、まあ、これ絶対日本のお笑いが扱わないことやってるんですよ。パレスチナ難民の方の話ですよ。でアメリカにもういて不法滞在っていうか、要するに、書類がなくて入ってて、もう10年20年でも普通に生活してるんですよ。だけどね、何かあると捕まっちゃうんですよ、その移民の管理のところに。でひどい扱いを受けるんですよ、大変な。まあ、それもコメディとして描いてる。だからひどいじゃないかとか、逆にね、もう移民はそんなの国外追放されて当然だみたいな考え方もあるわけですけど、まあ、厳しいですよね。今トランプさんになってそれを描いてんですよ。本人の話なんですよ。パレスチナ難民の方の。モーってのはモハメッドの、頭文字なんですけど、そういうのってあります日本に。例えば在日韓国人の方がどんな苦労するかってことを淡々と描いて、ラフトラックっての入ってないんですよ。笑いのトラック入ってないんですよ。でそこでなんか恋もするんですよ。いろいろ失敗もするんですよ。でそれをコメディとして描いてて、最後にまあ結婚してアメリカのグリーンカードっていう永住権を得てパスポートをもらえて、20年ぶりに故郷のパレスチナに帰るんですね。パレスチナの現実を見るんですよ。イスラエルの方々、入植者の方もいらっしゃるし、軍人の方もいらっしゃるし、それを淡々と描くんですけど、亡くなったお父さんの大切なビデオテープがあるんですよ。そのビデオテープをめぐって最後に、まあ最後の最後に
ちょっとひどい扱いを受けるんですよ、出国する時に。イスラエル出国する時に。そこでモーが到達した境地がもう泣ける。もうラストシーン、もうちょっとネタバレになるか言わないですけど、うわこれすげえもの見てるなと。こんなの日本の笑いねえよなって思うんですよ。ねえよなと、日本の笑いに。無理だよね、世界のトップに行くのは。日本の笑いはまあいいですよ。でも俺お笑いファンともうほんと何十人何百人と喋ってきました。茂木さんそんなこと言うけど日本お笑い好きなんですよ。今のね高校生大学生と喋ってると大体日本の笑いが好きってやつしかいないですね。どういうのが好きなの？こういうのが好きなんですよ。こういうネタが好きなんですよ。そうか。技術的にすごいんですよね。そうか。ボケとツッコミでこうで、両方がボケツッコミやることもあるし、そうか。ここは新しいパターンでなんかそうなのか。へえ、フリップ芸でここがすごいんだって言って。細かすぎだよね、日本のお笑い。 M1 にしても何にしても芸術じゃなくてなんか工芸品作ってるみたいだよね。無理だと思う。まあこういうこと言ったらもう、まあ、嫌われるけどまあいいんだよ俺正直。もういい関係ねえから俺正直俺は俺でチャレンジしてることあるし、別にだからさ世界のコメディのトップに行くってことが別に必要なこととは思わないけど、でもさやっぱりモーみたいなすごい作品がある。あるいはその前にですね、カナダのシットクリークっていうコメディがあったんです。これシッツクリークだな。トランスジェンダーっていうかそのパンセクシャルの青年のこと書いてるんだけど、最初普通に女の子と恋してるんだけどそのうち男の子と恋してで2人最後結婚するんだけど、そのシッツクリークなんかでもなんかそのジェンダーの話とか同性愛の話とかを特別なこととして描いてないんだよね。もうなんかそのなんていうかな、普通に起こってるんだよねそれが。でそういうことを描けるんだよねコメディって。しかも笑いじゃないんだよね。もうだからそのモキュメンタリーっていうかだからなんかものすごい進化してるわけ。その笑いがあるし面白いだから要するに楽しい気持ちで見れるんだけど厳しいことも。だけど別にわざとらしいスタッフ笑いとか入ってないし、別にオチもいらないしくすぐりもいらねえし小ネタもいらねえし、日本のお笑いが頼ってるそういうものは一切ないんですよ。でも人間のドラマがあるんですよそこには。でそういうものがあるんだよ。だから俺別にいいんだよ。俺こういうこと言っても見ないやつは見ないからいいんだけど、まあ俺はもう戻んねえよってことだから俺は。だからもっといいものがあるって分かったら戻んないでしょ普通。戻んねえよそんな日本のお笑いに。悪いな俺は戻んない。ごめんね。だからもうこういうこと言ってもまあ関係ねえよっていう人はまあ別に関係ないと思ってればいいと思うんだろうと思うけど、でも逆に言うと世界から見たら日本のお笑い関係ねえやん。そんな工芸品みたいな細かいなんかここのテクニックがどんとか、いやこの M1 グランプリのこの最後残ったこいつらなんか今までとここがパターンが違っていやすごいねって関係ねえわ世界から見たら。パレスチナ難民の苦しみとかね、同性愛の方の生きる模索とかそういうものを描いてる世界があるんで、別に知らなくてもいいし興味がなかったらほっといていいですけど、俺もほっといてもらいます。関係ねえんで。だから残念に思います。正直僕も子供の頃すごく日本のお笑い好きで、まあね、東京の寄席にもずっと行ってるし吉本のグランド花月もずっと行ってるし、まあ楽しめますよ。いまだに飛行機乗ると日光寄席とか全日空寄席聞いてますからずっとチェックしてますけど、まあ残念に思いますね。ああ日本のお笑いって何も変わってねえなって、この国そのものみたいだなって、30年間経済成長してねえよなって、なんか実写映画ほとんど外国で受けてねえよなって、韓国映画「パラサイト」は作品賞取ったけど日本語の映画が作品賞取るなんてことは当分ねえだろうなって。まあアニメはすげえけどスタジオジブリすごいけど実写映画もテレビドラマも世界市場だと今1どころか今100ぐらいだよなって、まあそろそろ考えた方がいいんじゃねえかなって僕は思いますけどね。それはやっぱり難しいこととかなんか大変なことから目をそらすってことではダメだと思うんだよね。僕ねもう忘れられないことがあって、これ前にも言ったことあるけどどっかで、今から10年前とかかな、僕がよく日本の地上波テレビ出まくってた時に何回かスタジオで日本のお笑い芸人にすごく穏やかにね、なんか社会ネタとか批評ネタとか海外の人やってますけど
やんないんですかって言ったことがあるんですよね。その時大体何組の方も「いや俺たちそういうのやんないから」とか「私そういうの分かんねえから」って怯えてる感じがしたね。日本のお笑い芸人は怯えてる。なんかそういうことをやることに。で怯えててそれをやらないことが自分たちの美意識だみたいなずるい逃げ方をしていると僕は思っています。残念だなって思いますね。それが日本人全体の勇気のなさってことにもつながってる気がするんで、別に世界ではどこでもそういうことやってるんだけど日本以外は。そう最後に言うと中国でさやってんだよ。知ってる？最近なんか中国なんかトランプ政権にいろいろ関税とかでひどい目に遭ってるから、みんなも見たでしょ X とかでメイクアメリカグレートアゲンってキャップかぶってトランプとかバンスとかイーロン・マスクがスニーカーとか作ってる動画見なかった？ああいう動画を中国人大量に上げてるの。そのバンスをバカにしたようなトランプをバカにしたようなあいつらの方がコメディやってるよ。中国人の方が日本人よりよっぽどコメディやってるよ。中国でさえって言ったらあれだけど中国人の方がコメディセンスがあるような状況で日本人のお笑いファンの方々はどうするんですか？まあ俺のまあ余計な一言かもしれませんが、もしよかったらもう騙されたと思って見てください。あるいはジオフィスとかね騙されたと思って、あるいはシッツクリーク騙されたと思って見てください。まあなんか脳で言うと使ってる範囲が違うんだと思うんですけど、日本のお笑いはここら辺でやってるんだけど海外はこうなんじゃないですか。日本だって別にだって在日韓国人のあの方とか在日朝鮮人の話とかそれこそクルド人の方とか男女の差別とかいくらでもあるんだけど、みんなそこは目を向けないでなんか箱庭の中でやってるのが日本のお笑いだと思うんで、そのお笑いの「お」っていうのがだって気に食わねえんだよな。なんだそのお笑いの「お」っていうのは。なんだそのお笑いっていうのは。なんかその言い方からしてなんかぬるいというか、そこに全て態度が現れてる気がするんだけど、あそうだ、それと関連するの実はラップのビーフなんですよね。だからこのアンビリーバブルお部屋探しはエイブルエイブルお部屋探しはエイブルがワンダフルエイブル。あそうだ、それと関連するの実はラップのビーフなんですよね。だからこのビーフの文化が理解されてないんですよね。ケンドリック・ラーマーが「Not Like Us」っていう楽曲で去年というか今年のグラミー賞を取ったんですけど、まあひどいっすよ。けなすんですよね。ドレイクだったかな、カナダのラッパーを。ビーフっていう文化は多分日本でもラップバトルでちょっと入ってきてるけど、そのビーフみたいな文化とそのコメディってのは表裏一体なんですよね。だからそこら辺が日本はなくて、そのお笑いというお笑いっていうそのお笑いってそのぬるさというか優しさを気取ったなんか実は怯えというか勇気のなさっていう、そこに全て現れてる気が僕はするんだよね。だからお笑い界のエミネムみたいなのが出てくればいいんだけど、ダウンタウンは本当はそういう可能性があったと思うんだけど、途中から松本さんがねキングオブお笑いになっちゃったからその機会が失われたのかなっていうふうには思いますけどね。